1、2、3、やったー。餌をまいたら、もうほら、すぐ食ってる。まだ。しゃくりが汚いんだよ。おいた。やったー。テクニカルフィニッシュですよ、これは。村さんは。50匹。20達成です。ルルルルルトゥルル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 ル。皆さんこんにちは、杉田千尋です。社長です。今日は千葉県いすみ市大原港の長福丸さんから4月1日に解禁したイサキ釣りに挑戦します。大原のイサキ釣りといったらもうこの方でしょうという先生を今日お呼びしました。鈴木慎太郎先生です。よろしくお願いします。おはようございます。またすいません。フグに引き続きまして、フグはあれはね突然でしたからね。そうです。それこそですよ。私と社長はもう一番最初に釣り学ぼうと思って見たテレビ番組が慎太郎先生のひらめつってあったんですよ。あ、そうですか。だから今日はちゃんとお呼びして教えてもらえるということでめちゃめちゃ楽しみにしてきました。ところでさ、杉田さん、いつもさ一人でさ歌ってるわけじゃないですか。朝一から。恥ずかしくないですか？恥ずかしいですよ。あれが聞いた瞬間に一日頭から離れないの何なんでしょうね。かなりあれ呪文ですよ。まあちょっと使うかどうかわかんないですけど、去年は大原でイサキちょっとね挑戦して6匹で動画がちょっとボツりまして、ボツったんですね。ちーちゃんフィッシングクラブのイサキ釣りはもう最後が2年ぐらい前になりますので、まあね今回はねいろいろあるわけですよ。釣るばっかりが脳じゃないんで、釣り人ってやっぱり欲張りなんで、こう1匹釣れると2匹釣りたいじゃん、3匹釣りたいじゃん。私は50匹釣りたいです。そのね欲がね今度ねいろんなこう想像がねこう働くわけですよ。そこにたどり着けたらいいなと。わかりました。じゃあちょっと今日は一日よろしくお願いします。スパルタでお願いします。わかりました。はい、お願いします。では改めましておはようございます。コマセの方は朝のバケツ1杯で時間までできるような感じになってます。実際カゴが大きいんだよね。今となってみるとこの黄色いコマセカゴがね結果的にね大きい。手で詰める人よくねぎゅうぎゅうに押し込んじゃうの。俺もね昔はそうだった。実際やってみると一振り目からコマセ出ないんだよ。基本的には頭4分の1でコマセをね半分にしてみて、そうすると一振り目から綺麗に出るんで当たりが早くなります。どうしてもね手で詰めていくとねいっぱいにしたくなるの。水が入んないと出てこないんで、それまでね余分にコマセが出ていかないんでうまくね仕掛けに入っていかないから、投入してってそこで止まって仕掛けがこう落ちていく間に巻いて振って仕掛けをこう戻しながら振っていくと、そのコマセがちょうどたどり着くようになってる。理屈から言って、それがうまくバランスが合ってると 2,3 回振ったところから急に当たり出したりね、それうまく合ってる証拠です。最初から一振り目からねコマセ出せるようにね朝試しにやってみて、であとの雰囲気でねやっぱこれ自分に合わないと思ったらいつもねやってもらって結構なんで、コマセ半分くらいそれで多分ね十分ね釣れると思うんで、何でも負けいってもんじゃないっていうこともね俺も気がついたんで、適量で十分釣れるんでやってみてください。じゃあ元に戻ります。毎日ね一応定量の超過は行ってます。でもなぜか50釣ってる人と20釣ってる人がいる。この差は何なんでしょうね。みんな均等にね釣れるんだけどね、20釣ってる人と50釣ってる人がいる。多分ねそこはね追い食いだったりとか、1匹ずつ上げてくるのか2匹3匹で上げてくるのか、投入してすぐ当たりが出たらコマセ残ってるんで指示棚から針数分ゆっくり巻いてってください。ゆっくり巻いてくれるだけでいいから、うまくすると余った針に食ってくれる。で棚から外れればもちろんね皆さん上げるでしょうから、それで上げちゃってください。ゴツゴツってグッタグッタって巻かないで、最初のね指示棚からプラス3メーターだけでいいんでゆっくり巻いてきてください。そうするとねチャンスがあるんで、それやってるうちになんか気がついてくると思う。2匹釣れるようになるとね3匹釣りたくなってくるんでね、そうすると考えるようになりますから、でテンポよくね投入回数を増やしていくっていう、そんなやり方で良さそうな気がします。それが追い食いです。チョークマラね指示棚、下の棚と上の棚と選取してくれるんで、例えば21、18とかねっていう指示があったら深い方の水深でビシで合わせてください。針数分とか下げないで、下げないようにね。一応ねこれルールにします。その理由っていうのはイサキの群れがいます。
魚探で映ってます。で船長のシザナってこの群れのここの頭よりもちょっと上にビシを合わせていくんですよ。この群れの中からコマセを撒いた時に食べたいやつは上に上がってくるわけですよね。それを船で連れていくわけですよ。で釣れればもう1回同じところもあるんですよ。で次2番目に食いたいやつがまた上がってくるわけで、それまた連れていく、その繰り返しなんですよ。で結局その群れの中にコマセ撒いちゃうともうそこから動かないわけですよ。当たりがないからちょっと1メートル下げてみようと、そういうのはねやめてください。魚が食い始めた時に2回目回った時に食わなくなっちゃうんで、餌つけたがる方、どうしても餌欲しいっていう方、3本針ある中で枝針じゃなくて一番遠い針1個だけつけてみてください。枝針つけると細い仕掛けなんでどうしても回るわけですよ。絡んできたりね、回収してきた時に針が重くなって手前祭りの原因になってね、こう投入回数減ってくるんで、餌の方はね遠い針1個だけ、金針のだけの人はね全部つけてください。色のついた針の人ね持ってきた方、オキアミでもいいしイカタンでもいいし、試せる時間あったら試してみてください。で昨日はねなんか水冷たくなっちゃって前半ちょっと食いしぶかったで、水温が上がってきて少し戻ってきて、そこから入れ食いの時間もありました。流れ的にはそんな感じで、昨日の午後からだいぶ南風がすごく強く吹いてたんで、なんかこっちに南風吹くとどうしても水温下がるみたいなんで、もしかすると悲劇を見るかもしれません。ちょっと風冷たいなーなんて思っているんだけどね、水温下がったかなーなんて。でもね下がっててもポツポツは釣れてたんで、努力次第ではいい釣果には恵まれると思ってますんで、状況を見ながら工夫しながらやっていきましょう。では一日よろしくお願いします。まずねセッティングなんですよ。船屋さんで釣り竿にコマセバケツセットされてると思います。これをねまず動かす方一番良くない、決まった位置で竿掛けは三好側ね、基本的には曲がって釣りをするんで風が前から来るんで三好側で、取り込みがコマセバケツに対して友寄り、このセッティングが基本なんです。だから右側も左側も一緒、これができない人が5割いるんで、逆からたぐろうとするのね。自分のやりたい方でやっちゃうんですよね。はい、そうそうそう。慣れてるのこっちだから。そう。あとね、左巻きだから右巻きだから、関係ありません。左。ないよ。はい。関係ないですよ。今日合ってるじゃないですか。今日運よく合ってたの？違う。勉強してきたんです。はい。ここだけ見ただけでなんとなく悟っちゃうんですよ。釣りできるかなできないかなっていう。このセッティングだけ間違いないように。今日はね右舷側だけど左舷側に行っても三好側に。竿が前、仕掛けが後ろって覚えればいいですね。そうです。これができてるんで、もう今回もバッチリだと思う。大丈夫ですか？はい。はい、じゃあ釣りスタートです。でそれ飛ばさないのよ。つけっぱなし。つけっぱなし。はい。つけっぱなし。で竿を持ってビシ持って入れれば、勝手に飛んでいくから。先生がもう釣ってます。あ、マダイだった。お、マダイでした。先生もタイガ。ねえ、ちょっと待ってください。いいサイズ、いいサイズ。見てください。あ、食えた食えた。おお、食いしてください。ナイス、いいサイズ。いいサイズだ。いや、綺麗だね。やったー、トリプル。バケツの賑わい方がいい感じの日ですか今日。努力次第でいい感じになると思いますよ。ちょっとでもちゃんとやらないと釣れないね。食って。来ました？来ました。お、いいサイズ。いやこれで仕掛けが2匹目です。わあ、ね、型が全部いいですね、すごい。まずね、この窓、ここが重要で、ほんでここの隙間、これ開いてちゃダメなんですよ。どうしてもこぼれていっちゃうんで、水の抜けが良すぎちゃうんで、ここはできるだけ閉めておく。はい。で、4分の1くらいね。で、コマセ詰める量なんだけど、これくらいでいいと思います。結構エアリーな感じですね。だいたい多分ね半分くらい、これくらいで十分で、杉田さんはこうやってるじゃん。竿後じゃん。ここまで準備できてたら竿を先持っちゃうんですよ。竿を持ってこれ先絡んでないか見てからビシを持ちます。でこれそーっと入れていけば簡単に投入できるんで、で12
12で止めます。でしゃくる時に竿先をいっぱいまで下げちゃうんですよ。こう脇に抱えてるじゃん。脇から外してあげると非常に扱いいいんで、でこの右手で水平で止めてあげる。水平でね、はい。でここから50センチ刻みでしゃくってあげてくるのか、1メートルにするのか、30センチにするのか、その日のね潮の流れだったり状況でしゃくりのテンポを変えていくんだけど、とりあえず50センチ刻み巻いたら下げて、ここで止めてあげる。これ抱えてるとやりづらいんだ。脇から抜いてあげて、竿を下げたら右手で水平で止めてあげるっていうのかな。で小松がピュって出るじゃん。それがこう仕掛けに届くわけだけど、届く間にどれくらいの止めてて当たりが出るかっていうのを計算していくわけです。そうするとおのずと巻いて10秒経ってから当たるのか15秒経って当たるのか、それでこのコマセのしゃくるテンポっていうのをね変えていくわけだ。でこっからですよ。この時に想像してもらいたいのが、引き具合で強い時と弱い時といろんな魚心の感じ方があると思う。そこで一番遠い針に食ってるのか、それとも枝張りに食ってるのかっていうのを予測していくわけ。常に。そうするとなんとなく答えが出てくるんで、ああやっぱり枝張りだったとか、ああ先張りだったとかで、特に追い食いとかっていうのは狙いやすいのはやっぱり一番遠い針に食ってくれると枝張りに追い食いしてくれるの。枝張りに先に食っちゃうと他の針が暴れすぎてやっぱ食いが悪いんだ。常に感じて狙ってるとおのずと追い食い狙えるタイミングとテンポが作れるわけですよ。その数釣りっていうのはやっぱりテンポっていうのが一番大事だから。で今のところさ、やっぱりこうまだ食いが立ってないんで1匹ずつ仕掛けなんかかかってこないような感じがするんだけど、これやっぱりさっきみたいな穂先がもうバタバタ触れてる時っていうのはやっぱり枝張りに食ってきてるんだ。いやすごいいいサイズに、ね、サイズいいね。例年この時期からこのサイズは出るもんですか？結構ね、春のイサキはねサイズ混じりなんですよ。だから大中小いろいろ釣れるんで、持ったらすぐこう天秤を掴んでそのままそーっと下げてから12メーターに届けます。届けたら仕掛けがちょっとこうね道糸から離れるまで、まあワンツースリーくらいでもね少し置いてあげてから、ここからスタート。キュッ、必ず水平で止めてあげる。キュッ、いいですか？はい。イサキの肝はね、まず棚でしょ。餌を巻くこのしゃくりという作業で、餌を巻いたらもうほらすぐ食ってる。当たるじゃん。はい。当たった時に魚心のこの引きの強さ想像するわけですよ。枝張りか先張りか。そしたら追い食いを狙うわけですよ。ちょっとなんか先張りっぽいなと思ったらゆっくり引きを味わいながら巻いてくるわけですよ。上の指示棚からプラスハリス分くらい3メーターくらい上までで張ってこうね巻いてきてるんで、次のあたりが分かりやすいっていうのと、ある程度やっぱり棚から外れると上げたくなるじゃないですか。だからこれがだからリズム、テンポよく追い食いを狙いながら釣っていく。そうすると投入回数っておのずと変わんなくなってくるんで、それが一つの追い食いの狙い方です。お、いいサイズ。了解です。いいね。まず杉田さんがやらなきゃいけないのはしゃくりです。しゃくりをいかにこうしっかり綺麗にできるか。そうすると次のステージに行けます。全然違いました。しゃくり方が。でしょ？汚いでしょ？汚いってしゃくりが汚いんだよ。汚いって言わないから。汚れてるんだよ。ね、メイクする時みたいにああ今日も綺麗に仕上がったっていう綺麗なしゃくり。無駄のない美しい所作を身につけろということですね。15から10ですよね今。なんで18じゃない18、15今船長のアナウンスっていうのは聞き逃さないように。18、15ですね。はい、じゃあまず18。はい今18で、ここからしゃくって下の棚から2メーター上くらいで食ってもらえるようなイメージでコマセを巻いて仕掛けに届けます。で意外とこう強く振りたがるの。そんなに強く振らなくても、このビシってちっちゃい隙間、上の窓から水圧がギュッてかかって、そこで拡散されてかき混ぜられてギューってピュッて出るんですよ。だからソフトでいいんですよ。ポッとソフトでそんな感じでもう十分出るのね。水面までいっぱいまで下げたら下げて水平で、その時に当たりを待つ時間を取るわけだけど、はい、釣り方がこれね多分近くにいるよ。おお、なんで分かったんですか今。これをゆっくりこうゆっくり上の棚からプラス3メーターゆっくり。あ、上の棚からプラス3メーター。上の棚ね。18、15なんで12までは巻いていそうです。12まで狙う。今結構巻いちゃいました、けどいいでしょうか。巻いてきていいんじゃないですか。どうですか。息が一つです。はい。もう一回やろう、もう一回やろう。はい。これぐらいですか。多いですかこれ。大丈夫。大丈夫ですか。はい。
違う違う。まず手を洗う。はい。コマセを触ったら手を洗います。で竿を持ちます。はい。そうです。でそーっと落としてあげると、はい。トラブル少ないんで20です。20から17ですね。はい、水平で止められるように。そうです。あとはイメージなんだけど、自分が当てたい棚とかよく食う棚ってだんだん出てくるんで、そこに狙いを定めてってこうコマセを巻きながら仕掛けに届けていくわけですよ。だいたい2回目3回目のしゃくりからこう当たりを待つ時間をちょっと気持ち長めにしてあげる。棚全然違うとこ置いてあるから、ほら。おい、まだ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 。はい、今まだまだって言って開けたくないでしょ。開けたくないでしょ。この時に3本あるわけだ、針が。今何番目に食ってる？一番下。一番下。はい。おお。で一番下だったら上2本空いてるじゃん。そしたらイサキがこう引っ張るわけよ。引っ張るとコマセ角が触れるわけですよ。で仕掛けが縦になってんのね。それでゆっくり巻いてくるとコマセが縦の帯になるわけですよ。さーってなるんですね。そう、横に流れていかないのよ。巻いてくるとそこに仕掛けを通していくと、それを食べに来たイサキが余ってる針に食ってくれる。なるほど。だから先針に食ってくれるのが追い食いの理想の狙い方。あげましょう。いいですか。うん。まあそんなイメージを。はい。多点掛けの道のりはまだ遠し。こんな難しい釣りじゃねえだろ。今日は深みを追求系なんで。お前が一生懸命やってる後ろで多点書きしてたから。はい。口だの。なんでこっちには1個なの。この釣りで肝になるところっていうのはしゃくりと棚。その次のステージがやっぱりこれ数釣りを楽しむ釣りなんで、1匹ずつ上げてくるより2匹3匹かけて上げてきた方が効率はいいわけじゃないですか。同じ10回でも10匹の人と20匹の人と30匹の人が出るわけですよ。だから最終的な超過で50から20とかっていう超過になっちゃうわけですよね。だから次のステージは追い食い。追い食い。はい。これを徹底的に自分でマスターして考えればどんどん難しく考えられるんだけど、そんなに難しいものじゃないのね。もっとシンプルに考えれば、単純に餌を巻いて巻いたコマセを仕掛けに届けるだけ。そこに寄ってきたイサキが間違って針を食ってくる、それだけのことなんです。それとね、あとやっぱね竿なんですよ。基本的にはね73調子がおすすめ。結構その汎用竿とかでも、イサキってどの汎用竿のどの調子見てもイサキ対象魚に入ってるじゃないですか。そうだねそうだね、はい、基本的には73調子ね。僕なんかシマノなんで、シマノの竿で言ったら本気でイサキ釣りだけやるんならライトゲームの73の MH シリーズ、張りもある調子で仕上がってるんで操作しやすいのよ。でも大原って意外とね魚種が多彩なんですよ。マダイだったりとか、あとは季節によってはシマアジとかって混じるんで、僕なんかはどっちかっていうとねフルソリッドってムクザをやるんだけど、エキサイトゲームって素材がソリッドなんで結構ね粘りがあるんですよ。ちょっと大きい魚がねかかってもね意外と対応できたりするんです。ただ操作性は若干ライトゲームから比べると落ちるんで、本気でイサキ釣りをやるんならライトゲームの73の MH シリーズ。操作性は若干落ちるんだけどゲーム性は上がるエキサイトゲームとかね、これもまあ73調子僕使うけど、そんな感じでね選んでもらえればね、硬い柔らかいも含めて73調子がおすすめです。ちなみにリールは手巻きと電動と両方使ってる人見るんですけど、はい、どういう使い分けというか。基本的にはね電動リールも手巻きも一緒だと思うんで、どっちが優れてるってことはないんですよ。ただ回収はね電気に助けてもらった方が手が空くんで、その間にねなんか準備できるんで、電動もありだし手巻きもありだしっていう。あとやっぱ気になるのが仕掛けなんですけど、はい、慎太郎先生はいつも作っている自宅の仕掛け使ってるのを見てるんですけど、買っていくとしたらどんな仕掛けを持っていけばいいですか？大原だったらもうね色のついた針、僕に言うカラーフックっていうね針の仕掛け 3m から 3.5m の3本針の仕掛けをね用意してもらえればいいと思います。あとね大原だと大体の船屋さんが仕掛けの方を販売してるんで、もう心配な方ね船屋さんで購入するのが一番かな。最後に慎太郎先生は付け餌はつけないんです。はい、つけないですね最終的にそのつけないってなったのにたどり着いた理由っていうのは何なんでしょうか？一番ね釣れる釣れないの前にやっぱりトラブルが増えるんですよ。さっき言ってましたよね、その潮の抵抗くるくる回ったりとかして絡むとか、餌をつけることによって食いを悪くなるパターンもあるし、もちろんね餌つけた方がいい時もそれは10回に1回はあります。だいたいこの色のついた針で釣れちゃう。釣れちゃいます。何にも入ってないの？入ってるよ今自分の中で覚えた大事なのはしゃくり、棚、棚その次追いがけ、追い食い、
その3つに重点を置いてやっていきます。必ず追い食いできる時が来るはずだから、勝手に食う追い食いじゃなくて狙って食わす追い食い、これがねイサキの釣りのねゲームの中での一つの醍醐味でもあるし、先生に一通りレクチャーをしていただいたので、これから先生は本気の釣りモードに入ります。杉田もここから挽回します。これ先生、ちなみに今のイサキの釣れ具合はちょっとだけ難しいですか、それとも結構いい食い方の時ですか？ちょっとだけ難しい。で逆にもうめちゃめちゃ活性がいい時っていうのはもう下ろしたら普通にみんな釣れちゃうよみたいな時もある。みんな巻いてるような。今釣れてる人と釣れない人がいるでしょ。そうですねこことここにやだおおおおおお、トリプルです。おお、来ました。はい、来ました。待つ。おお、ダブったね。お、2つは必ずでしょう。1、あ、2匹。2匹。あ、やったー。今日初ダブルです。今日は少ないね。あ、難しい感じですか。社長いつの間にこんなん釣ってたの？あ、来た来た。しっかり重いわ。これはついにいったんじゃないでしょうか。3ついます？この重みは。お、いる。いた。やった。は、来た来た。いやー、ちょっと待って、取り込みが。おお。おお。1、2、3。やったー。よし。これは非常に楽しいです。今。狙った通りに釣れると。すごくいいでしょ。これがねテンポの追い食いってやつですよ。今19です。おお、食いが今一番絶好調の時だと思う。今絶好調、はい、今が絶好調だそうですおおおやばい、ここで待つ。もっと食うのだ。やばいやばい、重い重い重い。おお、いた。やった。イエーイイエーイ。おお、入れ食い？入れ食いです先生、本当のトリプルだ。トリプルじゃないですか。すごい、船中でもうみんな巻いて多点掛けしまくって来たこの10分間の間に船中で30匹ぐらい上がってるぐらいすごい勢い。もっとかもしれない。おお、いいサイズ。でかい。うわー、大きいですね。すごい、めっちゃいいサイズ。すごい。今は24。1、2、あ、来た。来た。うい。おー、いいサイズ。おお今の反応出てきたもん、ちょうど。ほら。ああ、これが魚の。そう。おお。来た？来ました。魚探嘘つかないですね。あ、いいサイズ。しかも。ナイスナイス。はい、27匹目。15から12で15から12メーターです。おお。来た？来た。もうなんかシングルじゃ物足んなくなってきたんでしょう。足りないです。まずシングルで入り口に立ち、そうだね。ダブルでまあまあトリプルやったみたいな感じです。基本的にはさ、ダブルは凡人なんですよ。やっぱね、トリプルの3連チャンとか、トリプル3連チャンはもうそのうちやれるようになってくるんで。こうエラ切って、エラ切ったところからそのまんま。早っ。ほら、なんかめっちゃ合理的な。ね。先生の魚の早締め。早めに血抜きはしてあげた方が
身の質がやっぱ違うよね。私早く閉めてすぐクーラーに入れてあげる。こういう数釣りって必ずポイントの移動ってあるじゃん。だからその移動の時間座ってるんじゃなくて、なんかこうやれる作業をさしとくと、本当だったらこの釣りをやってる時間は釣りをやって、移動する時にこういう雑用ごと。料理はね、最近ねハマってんのがね、揚げ物。揚げ物？天ぷらとかさ、フライとかさ、なんかこう唐揚げとか揚げ物ね、やっぱりね作り方だよね、はい、その揚げ方っていうかさ、温度だったりさ、あとはその下処理。イサキのフライもさ、ちょうどこれくらいのがちょうどいいのよ。1枚で3枚におろして、こう鱗剥がしてさ、そのまま揚げてもやっぱちょっとね生臭さって出ちゃうんですよ、はい、それを3枚におろしたら、こっちの皮目の方だけ塩振って2時間くらい冷蔵庫入れとくの。なんかちょっとちっちゃめだなって。ちっちゃいじゃん、ちっちゃいなって。だから食べない人はさ、海に返してあげてもいいんだけどさ、俺はこれ食べるんで、これはフライ、これはちょうどコンロに入るんで塩焼きとかさ、あとはまあなめろうでもいいし、刺身でもいいし、まあこの辺は塩焼きかな。ただやっぱ春イサキってさ、そんなに脂が乗ってるわけじゃないんで、やっぱおすすめ料理は生刺身とかさ、食べてもらえれば。いや、なんかそんなこと話してる間にあっという間に全部終わっちゃうんですね。終わっちゃったね。早いな。社長、2匹サバ読んでた。25匹だった。わざとじゃないんですね。本当に10匹ぐらい差があるわけですね、社長と。だって先生あれですよね。つまり43ってことですよ。だから20匹ぐらい差がある。お、反応出てきてますよ。はい、来た。これみんな入れ食いなのか、先生だけが入れ食いなのか、どっちでしょうか。1、2、3。すぐ食うよ。すぐ。本当にすぐ食った。だって30丸が教えてくれてるじゃないですか。いいダブル。いや、もうここでいっぱいかけないといけないんで、今日教えてもらったテクを。1匹ですが、おい。よいしょ。あと3匹。あと3匹。50センチ刻みで1回振るでしょ。はい。ついたら1回。1回。3回。で1メーター50上がるじゃん。はい。3回ポンポンポンとテンポよく振って、そこで当たり待ってごらん。わかりました。ポンポンポン。それでしばらく20秒、はい、1、2、3、4。おお来ました。おお、その小松の巻き方でさ。ありがとうございます。リズムも大事ですね。そうなんです。もう終盤になっちゃいましたけど、ポンポンポンですね。よし。あ、来ました。先生、2匹で定量です。決めました。お、ラストダブルで50匹。定量達成です。お疲れ様でした。おめでとうございます。さすがでした。杉田さん、これはトリプルいけるやつですよ。はい、トリプリます。おお、めちゃくちゃ引く。最後の最後に活性がめっちゃ上がるの、すごい嬉しい。おお、よし、ダブル。16から13とね、上がってきてる。16から13メーター。ダブル。やった。31、30匹超えました。もう定量いっちゃうとさ、目標物がないんですよね。はい、そんなこと言ってみたいし。目標物がないって言いたい。あと10分ぐらいですね。あと10分ぐらいですからね。おお、わあ、めっちゃいい。ラスト10分です。すごいですよ、それは。はい、32。13からね、ちょっと高いとこ入ってきます。13から10メーター。まじない入れ食い。はい、33。社長規定数達成。おおお、3つの魚影が。社長。テクニカルフィニッシュですよ、これは。山田さんは。やばいやばい、かっこいいよ。フィニッシュ。
フィニッシュ。おめでとうございます。社長フェリー50行きました。いたいた行きました。杉田さん 30？ 今32です。年もそれくらい？年は30じゃない、29歳です。から15メーターで気をつけてください。やっとダブル。置き竿で。はい、置き竿でした。はい、釣り終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと待ってください。今のは何ですか？お疲れ様でした。やだ。お疲れ様でした。規定数達成者になんか囲われる圧が。僕ら普通にね、普通です。社長と僕はもう普通に特に頑張ってないです。あんまり頑張ってないです。いや待ってくださいよ。ずっとトリプルやってたじゃないですか。結構なんかどちらかってましたよね。当たりはあったんですけどね、チャンスもいっぱいあったんですけど、どうしてもやっぱり途中のちょっと仕掛けクシャッとなったりとか、こうみんながトリプルで上げるタイミングでシングルしか当たらなかったりとか、なんかそんなこんなで超過の差が開きましたが、なんとか34匹釣らせていただきまして。すごいじゃないですか。ちょっと今日結構お客さんいたじゃないですか。30超えてる方はね5人くらいいた。規定数は？規定数いった方もねこっち側で1人いました。じゃあなんか先生の教えが即生きているっていう感じに言えますよねこれ。2日の何がダメでした？正直言っていいですか？いいです。雑です。ちょっと待って先生。雑です。この雑さが竿先に集中するような繊細な動きをねマスターしていくと全ての釣りがあっという間に上達すると思うんで。また次の釣りでこれはダメです。その教えを肝に銘じてまた頑張りますので。だってこれってまだ引き続き僕らと一緒にやる機会ってあるんですよね。あるんですよね。次回ほらヒラメ？君の得意な。ヒラメ？先生私ヒラメ結構得意です。じゃあヒラメはこれ夏ヒラメかなんかでやる。そしたら競争しますか？そうしよう。先生私ヒラメちょっと自信あります。自信あるんでしょ？もう大体教わってさ釣れましたって言ってるのさずるいよね。っていうかさなかなかねこういう釣り師いないんですよ。一回こうねちょこちょこってこう言葉だけで教えてあげてそれを的確にこうやれちゃう。ここはね褒めたいところです。ありがとうございます。ちょっと褒めてもらう。飴とムチがなんか混在してますけど。褒めたいところ。今後がね楽しみ。また一緒に行きたいなって思えるような案がある。お願いします。じゃあちょっとまたヒラメやシマアジとかなんかいろんな釣り物でよろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。ジーチャーフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますのでそちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。